はとんぺい焼きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はとんぺい焼きを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、豚肉がたっぷり入った食べ応え抜群のとんぺい焼きを作っていきます。とんぺい焼きの具材はとてもシンプルで、豚肉とキャベツで作っていきたいと思います。卵をふわっと美味しく仕上げる方法などもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにとんぺい焼きの材料をご紹介します。材料はこちらです。豚バラのスライス肉、キャベツ、卵、お水、マヨネーズ、おろし生姜、だしの素、塩、胡椒、サラダ油。とんぺい焼きはこちらの材料で作っていきます。まずですね、お肉なんですが、今回は豚バラ肉を使っていきます。こちらのお肉に関しましては、お好みの部位のお肉を使ってみてください。そしてあとはですね、具材はシンプルにキャベツだけにしていきます。そして卵を作る時のポイントです。今回は卵液の中にマヨネーズを加えていきます。マヨネーズを加えていただくことで、とてもふわっとした柔らかい仕上がりになります。さらにですね、卵の色味も良くなります。それでは続いてトッピングの材料をご紹介します。材料はこちらです。ソース、マヨネーズ、紅生姜、鰹節、青のり。トッピングはこちらの材料を使っていきます。このトッピングに関しましてもお好みのものを使用してみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。はい。では作っていきます。まずはじめに具材のキャベツから切っていきます。キャベツの切り方はね、ざく切りにしていきたいと思います。まずですね、キャベツの芯を切り落とします。あとはですね、適当にざく切りしていきます。切りやすい方法で OK です。適当にね、ザクザクっと切っちゃってください。はい、キャベツはこれで OK です。こういったね、ちょっと芯の部分ですね、ちょっと硬いので、この芯の部分だけは薄切りにします。そうすると食べやすくなると思います。気になるものだけね、このように切ってみてください。はい、キャベツはこれで OK です。続いて豚バラスライスを切っていきます。こちらはだいたい 4,5 センチ幅で切りましょう。このように切ったら、だいたいでいいので手でね、ばらつかせます。そしてね、軽く塩コショウで下味をつけましょう。ざっくりで OK です。はい、豚肉はこのように準備してください。それでは続いて卵液を作っていきます。今回卵の中にマヨネーズを加えていきます。直接卵液に入れてしまうとダマになってしまいますので、まずはじめにこのマヨネーズをお水で溶いていきます。まずですね、別の容器にマヨネーズを入れます。そうしましたらお水をほんの少し加えてください。本当にちょっとだけで OK です。そしてよく混ぜましょう。徐々にですね、マヨネーズを緩めていきます。少し緩まったらまたほんの少し入れます。そして混ぜましょう。また緩まったら加えます。少しずつね、お水の量も増やしていってください。このぐらいですね、お水のようにシャバシャバぐらいになったら残りのお水を全部加えてください。そしてよく混ぜます。はい、マヨネーズは OK です。このようにね、きちんと混ぜていただくことで卵ときれいに混ざり合います。それでは別のボウルに卵を割り入れていきます。割り入れたら一度ね、しっかりと卵だけを混ぜてください。はい、混ぜました。そうしましたらこちら先ほど溶かしたマヨネーズを加えます。そしてよく混ぜましょう。はい、 OK です。このようにしっかり混ぜてください。卵液の準備はこれで OK です。それでは続いて具材を炒めていきます。まずフライパンにサラダ油です。そして火にかけます。まずね、油を全体に回しましょう。はい、で油はね、薄くて OK です。だいたいね、30秒ほど温めたらここにお肉を入れていきます。火加減中火です。そしてお肉をね、ほぐしながら炒めていきます。できるだけ重ならないように炒めていきましょう。8割ぐらいですね。お肉に火が通ったらここにキャベツを加えます。そして一緒に炒めていきます。
キャベツはね、最初結構かさがあるので、大きめのフライパンでやっていただくといいかなと思います。はい。で、このようにキャベツ全体に油が回ったら、そこにだしの素を加えます。そして、あとはおろし生姜も加えてください。そして軽く塩コショウも振ります。そして炒めましょう。はい、このようにキャベツがしんなりして火が通れば OK です。そしたら火を止めます。味の濃さはですね、最後塩コショウで整えてください。そしたら一度ね、こちらはバットに出します。はい、それでは続いて卵で包んでいきたいと思います。フライパンにまずサラダ油です。そして火にかけましょう。火加減は中火です。油を全体に回してください。フライパンの大きさの目安なんですが、だいたいね、22、3センチぐらいがいいかなと思います。30秒ほどね、フライパンを温めたら、ここに卵液を入れていきます。一度に入れちゃって OK です。まだね、ジューッとならないんですが、だんだんね、周りから固まってきます。固まった部分からこう中央に寄せていくイメージで半熟の状態にしていきます。火加減はね、中火から弱めの中火ぐらいでやってみてください。固まってきた部分をこのように剥がしながらね、そして固まってない部分と混ぜながらね、このように火入れしていきます。このようにね、トロトロっとした感じになったら一旦火を止めます。今ね、こんな感じ。ちょっと表面が揺れるぐらいですね。このぐらいの半熟にします。そうしましたら、先ほどのね、こちらの具材を真ん中に入れていきます。はい、このように真ん中に置いてください。そしたらね、まだ火を止めてる状態で OK です。具材の方にね、こうやって貼り付けていきます。ちょっと縁の部分、ここまでね、寄せてください。奥の方も同じように具材に卵を貼り付けます。はい、こんな感じ。そしたら火にかけてください。火加減は中火です。このままですね、手前からこの縁に卵を寄せていきます。最後ね、もう一度この縁の部分をしっかりとくっつけて、こんな感じで形を整えてください。そしたら火を止めて、このお皿に出します。よいしょ。こんな感じのボリューム満点な感じになってます。そしたらですね、キッチンペーパーで形を整えてください。はい、こんな感じで形を整えてください。それでは今からトッピングしていきたいと思います。ではトッピングしていきます。まずね、この表面にソースを塗ります。ソースの種類はね、お好みのソースを使ってください。はい、このようにソースを塗ります。続いてマヨネーズです。マヨネーズはね、ちょっと細く出したいので、そういう時はですね、このマヨネーズのキャップを外して表面にですね、ピタッとラップを貼り付けます。こんな感じでね、ピーンと伸ばした状態を作ってください。そしてこのね、口の部分を輪ゴムで留めます。はい、このようにします。あとはですね、こういった爪楊枝で 3、4 箇所穴を開けます。はい、こんな感じです。マヨネーズを出していきます。はい、このようにかけます。そしてあとは青のり、そして鰹節をかけます。あとはね、お好みで紅生姜を添えて完成させてください。はい、これでとんぺい焼きの完成です。こんな感じに仕上がりました。ボリューム満点で美味しそうに仕上がってます。そして断面はこんな感じになってます。具材がたっぷりで美味しそうに仕上がりました。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。お肉がすっごくたっぷりでとても美味しいです。このキャベツのシャキシャキ感もいいですね。あと卵もふわっとしてとても美味しく仕上がってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のとんぺい焼きのポイントです。まずとんぺい焼きの具材なんですが、今回はキャベツと豚肉のとてもシンプルな具材にしました。こちらはお好みで長ネギとか玉ねぎとか、あとはもやしなどを入れて作っていただいても OK です。具材はお好みのものを入れてみてください。さらにですね、豚肉の部位に関しましても、今回は豚バラ肉を使ってますが、こちらもお好みの部位を使って作ってみてください。そして卵を作る時のポイントです。今回は
卵にマヨネーズを加えました。このマヨネーズを加えていただくことでとてもふわっとした美味しい仕上がりになります。ただですね、このマヨネーズは直接卵液に入れてしまうとダマになってしまいますので、必ず水で溶いてから卵と混ぜ合わせるようにしてください。さらにですね、このマヨネーズを加えていただくと卵の色味も綺麗になります。そして仕上げる時のポイントなんですけれども、まずですね、具材を炒めて、そしたら具材は一度取り出してください。そしてその後ですね、フライパンに卵を入れて、固まってきた部分からよくかき混ぜて半熟状態の卵を作ってください。この時の火加減は中火ぐらいなんですが、もし慣れていない場合は弱めの中火でやっていただいても大丈夫です。そして半熟のトロトロな状態に仕上がったら一旦火は止めます。そして火を止めて半熟卵の上に具材を乗せてください。このように半熟の状態で入れていただくことで中の部分がとろっとした食感になって美味しく仕上がります。あとは両端の卵を具材につけてフライパンの端っこに寄せてヘリを使って形を整えてください。だいたいね、形が整ったら全部ね、卵で包まれてなくて大丈夫なので、取っ手の部分を逆手に持って、あとはね、お皿にひっくり返して移してください。この時やけどだけには十分に注意していただけたらと思います。そしてひっくり返した後なんですが、少し形が崩れていてもお皿に移したらキッチンペーパーで形を整えてみてください。あとのトッピングに関しましてはお好みでやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はとんぺい焼きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。